どうも、大キングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はですね、M2MacBook Air 3ヶ月、正直に使ってみた本音をね、レビューしたいと思います。どうだったのかっていうところですよね、実際のところ。今回なんで、良かった点はね、もちろんなんですけども、いまいちかなっていう点も長く使ってくるとね、見えてきたので、そこも包み隠さずですね、できる限り分かりやすくお話ししたいかなと思います。正直もう4ヶ月ぐらいなんですけど、3ヶ月レビューということで、あとはやっぱ皆さん気になるのは、買うべきかどうかっていうところですよね。僕はね、買ってよかったです。結論を言うと。すごい良かったんですけども、そこの選び方っていうか、ちょっとお話ししようかなと思いますので、購入しようかすごいね、今気になってるな、みたいな方からですね、いやーちょっとやっぱ Mac にしてみたいな、みたいなね、そういった方までですね、楽しめるような内容になっておりますので、ぜひね、参考になると思いますので、最後までご覧いただければなと思います。動画の前にいつも見てるけどまだチャンネル登録してなかった方で、ぜひ横の通知ベルと一緒にね、押していただいて、チャンネル登録お願いします。ということで、早速ちょっと行きたいんですけども、現在ね、僕が今使ってるモデルとしましては、M2MacBook Air のシステムオンチップってものが、10個は GPU の方ですね。で、メモリが 24GB で、ストレージ容量が 1TB のものになります。ほぼいわゆる性能的にはモリモリのやつなんで、いわゆるフルスペックっていうね、風なものになるんじゃないかなと。動画編集でゴリゴリ、使いたいので、こういう構成になってるんですけども、ただ、もともとはですね、MacBook Pro の14インチっていうのを使ってましたし、詳しくはね、そのレビュー動画の方も見てほしいんですけども、プロ14インチ。こちら、14インチっていうね、ちょっと1インチ、ぐらいの差なんですけども、重さとか厚みがね、全然違うんですよね。よく言えばその重厚感があるっていう風にも言えるんですけど、もちろんその画面の美しさだったりとか、スピーカーの性能とかね、めちゃめちゃいいんですよね。かなりこう包み込まれるような音量自体も大きかったりとか。ただね、やっぱりその重量の問題があって、重かったんでね、やっぱり M2MacBook Air に変えたってわけなんですけども、どうしてもやっぱその外で作業をすることも多いので、外にこう持ち運ぶっていうね、携帯性っていうところを求めたんですよね。結局なんでみんなこう14インチからエアーに変えるみたいなそういった流れも結構あるんじゃないかなと思います。はい。僕なんですけど、エアーはやっぱ今回かなり薄くなりましたね。デザインについてなんですけども、ほんと5年ぶりぐらいにですね、もう MacBook Air も新しくなりまして、デザインが。今までそのエアーって先がね、こう細くなっていって、そういったね、デザインだったんですけども、今回のモデルは全体的にすごいフラットというか、平らなモデルになってますね。今回のエアーはもうほんと一言で言うと、もうとにかくシンプル。もうほんとミニマルなね、このデザインになってます。例えばですね、前にあったその MacBook Air ってね、もう文字すらもうなくてですね、非常にこうクリーンな感じというか、トラックパッドとかに関しても、やっぱ M1 のね、前のね、MacBook Air よりもやっぱ大きく広くなってますし、というのもやっぱ一番上のそのファンクションキーですね、キーボードの部分が、ファンクションキーがやっぱ大きくなったりとか、特にやっぱ使いやすいなと思ったのは、この指紋認証のところが結構大きくなってるんですよね。前の Air は結構ちっちゃかったんですけど、さらに使いやすいところだったりとか、あとスピーカーの穴ですね、スピーカーグリルっていうのが、これなくなったないので、今 M2 のモデルには。なんでやっぱそのゴミとかがね、たまらないっていうのもありますし、見た目もやっぱかなりね、こうクリーンというか、すっきりした印象に見えるんですよね。ここら辺が非常にこうデザインがね、シンプルとかミニマルとかに、感じる要因なのかなと。あとやっぱりね、フラットなんで、手で持ちやすかったりとかね、側面は結構丸いんですけど、フィット感のところは結構気に入ってるかなというところですね。で、厚みに関しては、本当もうその iPhone とね、ほとんど遜色ないぐらい、iPhone 一応14 Pro とか並べてみると、ちょっとぐらいの差なんですよね。1センチちょっととかなので、厚みが。バッグとかの収まりもいいですし、その前の動画でですね、その持ち物みたいなところでいろいろ紹介したんで、それもちょっと見てほしいんですけど、で、カラーに関しては、新色のそのミッドナイトなんですけど、今使ってるのは、かなり結構暗めな色がありますね。すごいなんかね、かっこいいんですけど、もちろん。特にやっぱ最近その黒っぽいね、MacBook ってなかったので、結構昔あったんですけど、と見た感じちょっとなんか Windows パソコンみたいに、見えなくもないんですけど、あれ Windows かなみたいな。はい。そういう時もあるんですけども、やっぱその新鮮さみたいなのは、シルバーとか、スペースグレーとかに比べると感じるかなと思います。なんで分かりやすく言うと、ほんと暗めのネイビーっていうか、ちょっと青っぽい感じもあって、やっぱりそこら辺は iPhone、13とか Apple Watch もですね、ミッドナイトっていうね、カラーがあるんで、そこら辺に合わせたっていう感じだと思うんですけど、なんで光の当たり方によって暗いところでは結構ブラック黒っぽく見えたりとか、ちょっとこう光を当てると結構青っぽくね、見えたりするんで、そこら辺の色のね、変わり方っていうか、場面によってこう表情がね、変わるのは結構面白いかなって思います。デザインとかね、カラーは好みあると思うんですけども、個人的にはちょっと昔の Mac みたいな、レトロな感じもありながら、そこに現代風のちょっとデザインを組み合わせたような感じなのかなと。ただし前からこれ言われてると思うんですけども、指紋はね、もうゴリゴリに目立ちます。
指紋と友達になりますね。まあどうしても暗めの色なので、そのまあ皮膚の多分ね、指紋の皮脂汚れっていうんですかね、ちょっと油みたいなのが、そういったのが思った以上に目立つっていうのはあります。まあ Mac を持つとやっぱどうしても表面の部分とかですね、パソコンの底とかをね、わーなんかよく見ると汚ねっていう感じ、定期的にねやっぱ拭いたりするのがいいと思うんですけど、特にそのミッドナイトに関してはそのトラックパッドの横の部分ですね、よくパームレストとか、この指とかね手とかを置いてタイピングすると思うんですけども、そこの部分とかはかなりやっぱりね汚れ目立つというか、ここら辺はどうしようもないかなっていう感じなんですけど、ちょっと割り切って使うしかないかなっていうところあります。プロのやっぱ14インチとかに比べると、最初やっぱ話したみたいですね、完全に本当になんか別のパソコンっていう、言い方がいいんじゃないかなっていうところで、同じ Mac ですけど、プロの14インチのやっぱもう本体のもう下の部分とほぼ同じような厚さなので、プロが結構厚みあるんですよね。サイズ感もやっぱかなり全体的に小さくはなってるので、やっぱ持ち運びっていう面ではかなりエアいいんじゃないかなと思います。接続端子に関しては、昔あったね、こう磁石で充電するマグセーフ充電っていうのはね、今 iPhone もありますけども、復活してまして、ミッドナイトだとそのカラーにね、その合わせた色でついてくるので、そこら辺は結構嬉しいかなっていうところ。一応ね、便利ではあるんですけども、ディスプレイにやっぱ僕の場合こう繋いでね、今使ってるので、あんまり使わないんですね。このスタジオディスプレイってやつで、同時にこうディスプレイ映しながら給電もできる、充電もされてるので、僕の場合あんま使わないんですけども、意外と。この辺は結構なんでデスクの環境によると思うんですけど、皆さんの。一応そのサンダーボルト3に対応した、USB-C が左側に2つついてますね。ただそのマグセーフを使うと、その分他に、端子は開くので充電しながらでも、そこら辺のメリットはあるんじゃないかなと思います。いろんなものをつなげるかなと。個人的にやっぱエアーがいいかなっていうのは、充電するときにそんなパワーがいらないんですよね。いらないんで、要するに 30W っていうものがね、強さとしてあればいいので、充電器が小さいんですよ。持ち運びが楽っていうところ、コンパクトなものでいけるんで、今なら。なんで僕の場合だとそのアンカーの前の動画でもね、紹介したその 30W のチャージャーっていうのがあるんですけども、それとケーブルを持ち歩いてるんですけども、本当にその昔の iPhone の5W のね、こうちっちゃいね、充電器あったと思うんですけども、本当それぐらいのもう超手のひら、サイズのこのめちゃめちゃね、ちっちゃいタイプで持ち運んで充電できるので、いい時代になりましたね、本当に。この辺がやっぱ携帯性とかもね、こう非常に増す要因かなと思うんですけど、やっぱ最近出たそのアンカーの521パワーバンクっていうのがありまして、これもちろん充電器にもなるんですけども、で、その中にしかもこれ、モバイルバッテリーとしてのね、機能も入ってるっていう、これがね、非常に良くて、で、ちゃんとこう充電器としてもね、機能するっていうのが、個人的にはこれ気に入ってます。最近増えてきましたけど、これなんでお店でこう充電、充電器として使って、外に出ても、これ自体にも、なんていうか、モバイルバッテリー機能あるんで、外で最悪充電切れそうになったら使えるとかね。もちろん iPhone とかそういうのも使えるし、M2 MacBook Air 自体も、67W かな。高い出力で出せば、高速充電っていうのもね、できるんで、なんで、どっちかっていうとなんかもう本当スマートフォンみたいな感じですよね。iPhone みたいな形になってきてるなと思います。ただね、その端子の少なさっていうのはね、どうしてもあって、プロの14インチとかは、やっぱその HDMI ポートとか SD カードスロットとか USB-C ポートもね、両側にあったりとか、端子部分はやっぱり選ぶ一個のポイントかなっていうところ。重さを取るかその端子を取るかみたいなところあるんで、あと画面ですね。ディスプレイに関しては一応 13.3 インチからちょっとね 13.6 インチ大きくなったんですけども、あと画面のこの黒い縁っていうベゼルっていう部分が結構すっきりした印象なので、さらにクリーンに見えるというか、ちょっと現代っぽいデザインではありますね。なんでプロ14インチとかと比べるとそのベゼルは厚いんですけど、比べてみるとプロの方が画面はね綺麗なんですけど、正直全然エアーでも綺麗かなっていう感じ。使ってみてそんなに違いは正直感じないかな。一応上にね、ノッチっていうもなんか iPhone の切り抜きみたいなね、画面のみたいなのあるんですけども、使ってみた感じはやっぱそんな別に邪魔って感じたことはないですかね。特になんか使ってて邪魔になるみたいなことなかったので、問題ないかなっていうところですかね。一応スピーカーテストもですね、以前やったのがあるんで、ちょっとぜひこれもご覧ください。MacBook Air と MacBook Pro ですね。はい。はい、ということでいかがだったでしょうか。ぜひちょっと感想をね、コメントしていただければと思うんですけども、スピーカーに関
関してはね、まあそんなにエアーは良くないかなっていう価格の割には。ここに関しては結構差はあるかなと思います。プロは14インチとか16インチとか得意なんですけど、やっぱ奥行きとかね、音とか、音の大きさとかは結構違います。音の広がりとか。まあもちろん普通に使う分にはね、全然その MacBook Air M2 でも問題ないと思うんですけども、そこまでその M1 のモデルと大きな違いはないかなっていうのがまあ正直な感想ですかね。続いてはちょっとね、中身の性能面ですね。ここら辺をちょっと見ていきたいと思うんですけども、まあどうなのかっていうところ。まあおおむね全然いいかなっていうところではあります。M2 チップ。一応ギークベンチスコアっていうものをね、前もちょっと測ったのあるんで見ていきたいんですけども、要するに、まあ、性能をその数値として出せるみたいなものがありまして、一応これ高い方がね、もちろん、性能が高いんですけども、最初の方にレビューしたこの最安モデルっていうね、一番その安い M2 の中でもモデルのですね、性能が一番低い M2 の中でが、まあ大体1884と8393。このシングルコアとね、マルチコアっていうもので見えるんですけども、まあそれに対して、まあ今回モリモリの M2 Air で、まあ最近またやり直してみたんですけども、そんなまあ大差はないかなっていうところ、正直なその数値的なところではね、基本的にそのまあ中身としてはまあ大体一緒なので、普通に使ってて差はそんなないんじゃないかなと思うんですけど、まあ重めの作業とかしないとまあ差はそこまで出ないかなと思います。まあ普通に高いですけどね、スコア的には。ちなみに M1 の数値ですね、前のモデルがまあ大体1700と7400前後とか。まあなんで普通に使う分にはそんな、まあもちろん差はね、ないんじゃないかなっていう感じはします。で、一応 Mac 全体で見てみると、まあこれ全部公開されてるんですけど、MacBook Air はそのシングルコア、まあ普通のテキストベースのメール返したりとか、まあ軽い作業の面では、まあほぼトップクラスというかね、M2 チップは。もう、なんかめちゃめちゃ上の方にいいんだけど、これすごいですよね。M2。まあ M1 も全然いいんですけども、M1 ウルトラよりいいんかいっつってね。ただマルチコアっていうね、ちょっとやっぱ重めの作業の方とかは、まあさすがにね、でもなかなか高いですよ。全然その MacBook Pro の昔のその16インチとか、インテル版のやつとかよりは全然いいですし、大体 iMac の27インチとかと変わんないんで、デスクトップ PC とね、こんな薄いやつが変わんないんで、まあそこら辺がやっぱすごいなっていうところ。で、ちなみにGPU 性能ですね。まあその画像処理のところ、動画編集とか、多分画像のなんか編集とか、ゲームしたりとか、そっちに関わってくるんですけど、一応 GPU がその8コアと10コアっていうのがあるんですけど、はい。で、8コアのやつがまあ大体26000、このメタルスコアってやつで見るんですけど、で、今回また測り直してみたら、まあ10コアの方がまあ3万ちょっとなんで、どうですかね。まあ大体3万前後。まあ数値的にはね、差はあるんですけども、まあどうだろう、そこまで大きな差は正直ないかなっていう感じはします。まあ、ぶっちゃけ8コアでもそんな、まあできる限りやっぱね、まあ僕の場合は少しでもちょっと作業時間を減らしたいんで、10コアにしてますけど、まああんまりコスパは良くないかなっていう感じはしますね。今回普通にそのウェブページを見る分で、ちょっと測定もしてみたんですけど、まあかなりね、やっぱサクサクに使えるかなっていうところで、このスピードメーターってやつでね、まあ測れるんですけども、今回一応サファリで、だいたい速いとね、300いくつだろうね、80とか、まあ、出るみたいなんですけども、この数値が。まあちょっとこれ皆さんもできるんで、ぜひやってみてほしいんですけど、お使いのパソコンで。まあ300超えたら結構いいんじゃないかな。まあ大体350ぐらいですけど、サファリで。で、Chrome でやってみたら、まあ Chrome も結構ね、でも早かったですね。300ちょっとぐらい出てたので、でもやっぱサファリの方がやっぱ最適化されてるんでね、Apple のやつなんで、ウェブブラウザなんで早いのかなっていう。ただやっぱりそのメモリとか結構ね、消費してるとやっぱちょっと下がりました、やっぱスピードが。まあそこら辺ちょっと後で、ね、話しますけど、あとね、動画編集についてなんですけども、まあ一応 Final Cut Pro でかなり使ってるんですけども、このやっぱこの YouTube の動画編集ですね。で、一応8月からなので、まあ3ヶ月以上は結構まあずっと使ってたかな。まあ、M2 Air でずっと編集してきました。もうほんとこれ1台で。まあディスプレイもありますけど、動画で言うとなんで30本以上はやってきたと思うんですよね。数えてみたら正直言うと自分のそこまでなんかそんな不便に感じたようなことはなかったかな。もちろんゼロではないんですけど、まあ僕の場合その編集はですね、まあ例えば 4K とかじゃないので、まあ 1080p、いわゆるフル HD っていう、まあ YouTube で多分一番ね、使われている動画の画質っていうのかななんですけども、まあ 4K でも全然いけるんですけどね、もちろん。そこまで重たくない部類とはいえ、まあ相当なことしない限りはやっぱなかなかそのカクつくとか、まあ、編集してる時にイライラするみたいなことはあんまりなかったですね。ただやっぱり例えばじゃあ動画がまあ30分とか超えたりとか、まあぐらい超えて、まあ結構動画をこう重ねたりするとですね、ちょっと怪しいかなっていうところはありましたね。前に出したその楽天のセール動画っていうのがあるんです。楽天ね、スーパーセールの時の動画は画面録画をしたやつと、まあ自分の撮ってる、まあ今のこの映像ですね、まあ重ねたみたいな。まあ合計多分2つの動画だとして40分ぐらいあるのかなわかんないですけど、多分そんぐらい。そこら辺になるとちょっとやっぱりね、重たく感じる時はありましたね。まあそんぐらいですかね、逆に言えば。性能的にそんなパワー不足感じることはね、あん
んまりないんじゃないかなと、少なかったかなと。はい。基本的にはなんでそのメモリの問題かなってところで、一応 24GB 使ってるとはいえ、特にこの Apple Silicon ですね、の場合はメモリが、ユニファイドメモリってちょっと特殊なやつなんですけど、それがちょっと不足するとやっぱちょっと、ね、遅くなるっていう傾向がありまして、動画を書き出す時とか、動画をね、やっぱ実際にデータとして作る作業があるんですけども、その間にサムネイルとかを作ったりするんですよね、YouTube のこの動画で。一番最初出てくるやつ、ね、看板みたいなやつ作ったりするんですけど、やっぱちょっと重いかなっていうフォトショップでやってるんですけど、それぐらいですかね、逆に言えば。そこら辺はやっぱプロ14インチとか、そこら辺はやっぱね、なんか全然問題なかった感じがするんで、メモリも、その時 32GB だったんで、あとは結構ファンレスなので、パソコンの中を熱を逃がすファンっていうのがないので、要するに熱が溜まるんじゃないかみたいな話は結構聞かれたりするんですけども、そこまで気にならないかなっていう感じですね。なんか熱くなってフリーズみたいなのはないので、多分熱くなる前になんかうまく逃がしてるのかな、わかんないですけど、僕の使い方の範囲では特に問題はなかったですね。そこら辺はやっぱ Apple Silicon すごいんですよね。どっちかっていうとメモリ不足でなんか遅くなっちゃうっていう方が問題かなと思います。ちょっと後ほど詳しく話します。ここら辺で最近ね、助けてくれてるアプリがありまして、クリーンマイ Mac なんですけど、クリーンマイ Mac X か。で、最近これよく使ってるんですけど、基本的にはこの Mac が、なんか例えばじゃあ重くなった時とか重いなみたいなとこ、容量がすげえ今いっぱいなんだよなみたいな、そういった時にこうパフォーマンスを上げてくれたりするアプリなんですけど、これ珍しいのがApple も公認のアプリなんですよね。あんま珍しいです、本当にこんなの。とにかく一言で有能な秘書というかね、なんかね、服の中をまた診断とかしてくれるんで、なんかお医者さんみたいな感じですよね。超有能な秘書みたいな。例えばじゃあスマートスキャンっていうね、機能があって、これをなんかプってね、押すだけなんですけど、言ったら僕らがすることは。なんで例えば不要なファイルをこう検索してくれたりだとか、例えばこのウイルスが潜んでないかどうかみたいな見てくれたりとか、で動作をやっぱ軽くするために今このアプリをね、じゃあ閉じた方がいいですよとか、一回再起動してくれるとか、そういうのを結構提案してくれるんですよね。スマートスキャンすれば大体もう勝手に全部やってくれます。はい。要するにパフォーマンスを上げるために必要なことを全部教えてくれるんで、有能な本当秘書って感じです。この個人的に気に入ってるポイントがメニューバーからね、結構詳細な情報を見れるというか、いちいちアプリを開かなくても大丈夫っていうところがあって、さっきみたいにパフォーマンスを上げるためにやっぱこれがいいんじゃないですかみたいな、提案みたいなところとか、ちゃんと保護してますよみたいなこともそうなんですけど、でよく使うのがやっぱこの例えばじゃあメモリの状態とかなんですけど、さっきみたいにメモリがやっぱね詰まっちゃうと結構重くなっちゃうので、じゃあどれぐらい何のアプリでじゃあメモリを使っているのかっていうのが結構一目でわかるんですよね。でもちろんワンクリックでちょっとメモリをねこう開放とかしてくれたりするので、あとは容量の状態、ストレージ、今容量がすごい何に使ってるのかっていうのも結構一目で分かりやすくて、もちろんもっと詳しくね見れるんですけど、ドライブの状態とかもね、じゃあ今どういう状態なのかみたいに見れたりとか、温度まで見れますからね。その CPU の状態とかもじゃあリアルタイムで、熱くなるとやっぱどうしてもね性能パフォーマンス下がっちゃうんで、温度とか見えたりもしますし、しかもこれ例えば Wi-Fi の通信スピードとかもねなんか見れて、これすごいですよね。しかもスピードテストもここでできるんですよ。これじゃあ動画見るのにちょうどいいですねとか全部これ出てくるんですよね。すごくないですかこれ。はい、というふうにもう本当機能言ってるともうキリがないんで、はい、これぐらいにしておきますけど、なんで今ちょっと古めの Mac でやっぱちょっと最近重いんでね、動作軽くしたいとか、ちょっと今容量いっぱいでちょっと何に使ってるのかよくわかんないみたいなそういった方はですね、これからMac をねやっぱ使うよみたいな方からももう本当入れといて全然損はないというか、というかめっちゃ有能な秘書って感じなんで、ちょっと詳細についてはちょっと概要欄にリンク載せておきますので、もっと細かい機能とか気になる方は見てほしいんですけども、一応プランとしてはなんか買い切りのプランとサブスクみたいなね、年間契約だったなと思うんですけども、僕は一応買い切り版なんですけども、とりあえずでもまずは使ってみたいんであればサブスクみたいなのが確か半額ぐらいだったと思うんで、それでもいいかなと。ということでまたちょっとねこれはレビューしようかなと思うんですけど、結構喋っちゃったな。とりあえずねちょっと良かった点といまいちだった点をさっとまとめますと、 M2 とりあえず良かった点としては、まず1個目、軽さとこの性能面のバランスですね。これはもう非常にいいです。軽いんだけども普通にゴリゴリ動画編集もできるし、普通にウェブブラウジングする面でも早いので、もちろん全部万能ってわけじゃないですけども、相当重いことしない限りは普通に使う人の部分は全然大丈夫なんじゃないかなと思います。2つ目としてはデザインとやっぱこのトラックパッド、デザインの面では今のところ僕ある意味一番好きかもしれないですね。デザイン的には薄くて軽いし、ミッドナイトもかっこいいし、指紋だけどうにかあれですけど、そしたらシルバーとか別にねスターライトとかもあるしとかでもいいと思うし、でトラックパッドについてやっぱ
くね非常にいいかなっていう、ここはなんか Windows にない魅力なのかなと思いますね。このトラックパッドはやっぱ本当優秀だなと、この M2 に限らずですけど。で3つ目としてはもうこれやっぱねバッテリー持ちですかね。これ M1 から言えることなんですけども、 M2 も一応薄くなってね性能が上がったとはいえ、ほぼ M1 と同じぐらいのバッテリー持ちなので、これがいいですね。やっぱプロ14インチとかだとちょっとやっぱ落ちるんですよね。充電持ちとかが、ここら辺は非常にいいところですね。で逆にちょっといまいちな点もいろいろちょっと考えてみたんですけども、これとしてはもう指紋しかつかないってところですね。ミッドナイト限定だけど、これ指紋がゴリゴリ目立つっていうね、もうこれはもうどうしようもないどうしようもないです。はい。指紋は友達と思うしかないですね。で2つ目としてはこれもハード面ですけど、スピーカーですね。スピーカーは正直あんま期待しない方がいいです。はい。普通の多分 Windows とかに比べたら全然いいと思うんですけども、じゃあ前の機種と比べて劇的に変わったかっていうとって感じではあります、正直。で3つ目としては、端子ですね、少なさ。どうしてもやっぱりUSB-C2 つ、マグセーフついたとはいえ、不便さはありますね、やっぱり。そのままもちろん SD カードさせることに越したことはないんで、またね別で買わないといけないんで、それはやっぱりあります。あとその外部のディスプレイがねあと1枚しか出せないとか、そういった制限はやっぱありますね。最後はやっぱり性能面的に言うとメモリ不足で結構重くなる、遅くなるっていうところ、割とメモリはなんか食ってるような感じがして、クリーンマイ Mac でね結構ギュッて消したりとかしてるんですけど、結構サファリのね見てみると結構使ってたりとか、ファイナルカットも割と使うんですよね。普通に7ギガ8ギガぐらい飛んでいくっていうか、普通に編集してると容量かメモリ増やすどっちがいいかなって迷ったら、僕はやっぱメモリを増やしておいた方がいいかなと思います。ストレージは別に後からでも足せるので、外付けのやつ買えばいいんで、そんなぐらいですかね。逆に言えばじゃあ買うべきかどうかみたいなところ、僕個人としてはやっぱり全然買ってよかったなっていうところではあります。ライトユーザーっていうか、メール返したりとか軽くウェブブラウジングするとか分にはもうめちゃめちゃいいんじゃないかなと。普通にサクサクなんで、ただそれだったらぶっちゃけ M1 の MacBook Air でいいかなっていう、やっぱちょっと価格にネックがあるんで、その価格を出してこのデザインがやっぱいいとか、ミッドナイトがいいとか、スターライトとか、そういった理由があれば別にいいと思うんですけど、特になんかできるだけ安くねいいものをコスパよく使いたいんだったら絶対 M1 の方がいいと思います。それだけは言えます。 M1 も十分いいんで、レビュー動画もいっぱいあります。あと楽天とかで見たら結構ポイントとかもついて安かったので、11万12万ぐらいで買えるのかな今。新品が多分アップルで買うと13万ちょっとすると思うんですけど、そういったとこ見てもらってもいいですし、なんでその買うべきかどうかって言われたらイエスなんですけど、イエスです、それは。僕の経験から言うとなんですけど、じゃあ全員が買うべきかどうかって言われるとノーかなっていうところです。その M1 の方がコスパはいいんで、やっぱりね、もっと性能を求めるならそのプロの14インチ多少重くても、別に家で使うとかなら関係ないじゃないですかっていうところですかね。ポイントとしてはちょっとここら辺について詳しくはねまだ長くなりそうなので、選び方みたいな動画も出そうかと思いますので、なんでこの動画がね少しでも役に立ったなと思ったからぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録とかねしていただいて、ちょっとお待ちいただければなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。はい、ということでかなり喋ったと思うんですけども、やっとレビューできましたよ。金がね良かったですね。いいです。なんだかんだ30万弱したのかな、20いくらか忘れましたけども、MacBook Pro に比べると安く感じてしまうっていうのがね、なんか感覚狂ってるような気がするんですけども、でも正直言うとやっぱ M1 かな。そのもう全員におすすめできるのは M1MacBook Air です、やっぱり。だってコストに対してやっぱパフォーマンスがやっぱおかしいんで、M2 もいいんですけど、そんなになんか開き性能のね、やっぱインテルと M1 はかなりやっぱ開きはあると思うんですけど、M1 と M2 ってあんまり多分開きないんですよ、正直。なんでそのハード面というかどっちかっていうと、見た目の進化の方がね大きいと思うんで、そこがやっぱり欲しいんであれば M2 でいいのかなっていうところですね。っていうのが正直な感想です。そんな感じで終わりたいと思います。喋りすぎたんで、寒いな今日も